どうも、お花いずむです。本日は大阪府の工場直売所のお店に行きたいと思います。イエーイ。ということで、ただいま骨折療養中の妻うさぎさんにも特別にご参加いただいております。よろしくお願いします。お願いします。いかがですか、2週間ぶりのシャバは。嬉しい。もう引きこもりになってたから、アラフィフ引きこもりになるって言って嬉しい。お外が嬉しい。だいぶ暑いんですけど、いつもは車中泊夫婦でしてるんですけど、今回はもう日帰りで Vlog 形式で撮っていきたいと思います。またそのうち車中泊もすると思いますので、お楽しみにしていただければと思います。お願いします。それでは向かっていきましょう。レッツゴー。レッツゴー。ただいま高速道路の横を走行しております。これが阪和道になるのかな。で、違う？いや、わからん。そうなんやと思って。で、先ほどオープニングで言い忘れましたけど、今日はハイエースではございません。ハイエースに妻が今乗れないので通勤に使っているワゴン R で現在走行しております。そうなんです。そこがネックなんです。足引きずってでも車に乗れれば仕事に行けるけど、ハイエースに乗れない。乗れたとしても降りれない。そう。あ、でもワゴン R も無理やったもんな。そうやな。何ブレーキ？サイドブレーキな。サイドブレーキが踏めないのね。なかなか辛いね。なので今日はこのアングルで、あまりないアングルやね。まあ、ただ今7月下旬、気温も35度を普通に超える日が続いてますが、ワゴン R では暑いね。でも今日はこんなものつけてくて、ちょっと涼しく過ごせております。三原ジャンクションでございます。これで南半名道路に分かれるんかな。で、羽曳野とか奈良の方に行くやんな。いかがですか？楽しいですか？緊張してる。緊張してる？でもだって2ヶ月お出かけって初めてご飯食べる通院以外でってこと？うん。ああ、そうかな。約3ヶ月ぶりぐらいじゃない？あ、確かに。4月のお出かけ3ヶ月ぶりや。5、6、7。最高や。嬉しいやろ？ちょっと緊張してる。なんで緊張する？いや、なんか乗っけてワゴン R に乗ることがないから確かに変な感じ。しかも遠出やから意外に。久しぶりの夏だね。真夏っす。この夏終わるんかな、通院で。終わるね。この夏の思い出は病院通いっていうぐらい。わかりにくいぜ。Google さん本当に合ってるんですか？ Google さんの言う通りには言ってみるけど、すごいとこ通らすね。地元道？地元道だね。これをこうこうハイエースとかなかなか大変やな。おー、下に来た？下に来た。これを初見ですごいとこ通らすな。うお、びっくりした。車がおった。一応あと3分で着くってなってんやけどな。あった。あったけどどっから入ったんやろ。まあ、そっから入っていいんかな。そこ駐車場？入ってみる？うん。一旦停止。駐車場。売店お客様用って書いてる。あ、書いてる？あ、よかった。3台あって1台空いてる。やった。よかった。ということで本日は甘党前田工場直売所にやってまいりました。到着でございます。あ、よかった。駐車場は3台。はい、工場の前、直売所の前に3台あるみたいですね。本当です。止めれて。駐車場がなんか分かりにくいとか書いてたからどういうこととか思ったけど、そんな分かりにくくないよな。変わったんかな、場所が。なんか看板の書いてた感じはここじゃなかった感じ。あ、そうなん？入りますか。はーい。行きましょうか。めっちゃいい匂いしてる。匂いだけで幸せ。匂いがすごいな。ほんまに工場の直売所やな。
そこが入り口？直売はい、そこが入り口。ああ、もう匂いが。大変そう。やばい。いい香りしてる。パンも販売。へえ。あ、木曜日。木曜日やって一人5個まで。美味しいんかな。すいません。涼しい。涼しい。こっちから回なんかりますか？欲しいのがあれば全然入れていってください。いいおこし、これ何？もしもしもし亀さん。なんか盆地揚げみたいな感じ？揚げせんべい。もう初めて見るのもあるよね。うん。すごいな。そここういうお菓子系もあると思ってなかった。スナックの。そうやった。今どこに来たんか忘れてた。甘党前だから団子とかそっちうんうんうん。メインかなと思ったら豆菓子とかもあるんや。クッキーとかめっちゃ安そうな。330円でこれ。あ、チーズケーキあった。あった。あ、欲しい。200円。あ、もう終わり？いや、下にある。ある？クリーミーチーズケーキ。でも違うんじゃん、下下訳ありって書いてる。一緒か。わからん。下は変われへんのかな。すいません。チーズケーキのね、この下のやつって買えますか？あ、わかった。下ね、なんか気になる商品がめっちゃあんねんけど。何これ、しっとりカレーせんべい。しっとり。買ってみる？きなこ団子とみたらし団子があるから、それをどれぐらい買うか。あ、はい。普通におやつの荷物は置いてきたので、今からみたらし団子を買いに行きます。団子も買ってきたぜ。甘党前田、大阪前田製菓さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いろんなおやつとかもあって、すごい良かったな。おやつから進まれへんかったな。進まれんかったな。団子までが遠かった。遠かった。団子もきなこ団子とみたらし団子両方買えたので、今からちょっと移動して食べましょうか。では移動します。正面の森が古墳。へえ。古墳の周りっていいよな、ある意味。環境絶対変われへんから。そう。左が古墳、右がもうすぐ見えてくる。あ、見えてきた。駐車場どこ？もうすぐじゃその赤いとこらへん、右手のとこじゃない？何が見えるかな？あ、見えた。あ、これかな、駐車場。おー、すごい。工場直売所から車で10分ぐらいのところにあるアイセルシュラホールっていうところに来ました。藤寺市立なので、なんか市の施設やな。図書館とかもあって。っていうところなんで、ここで外で今ベンチがあるので、ここにちょっと座って食べたいと思います。きなこ団子は白蜜かけてきなこかけてお召し上がりください。こっちがみたらし団子。これ1本だけ外で食べるってなかなかハードル高いな。本当だね。これはやめとこうか。帰ってからにしようか。一本で入れてもらったらよかったのか。ごめん俺が言うの忘れた。ということでここではみたらし団子を食べたいと思います。開けるよ。はい、どうぞ。じゃん。全然見えへんけど。見えへん。あ、美味しそう。あ、ちょっと短めなんや。うまや。でここで食べて美味しかったら、追加品を買いに戻るという手もある。じゃあいただくで。はい、どうぞ召し上がれ。いただきます。はい。あったかい。あったかい。甘い。うまい。なんか上品な甘さというか、甘さ抑えめ。だってさっきお餅焼いて絡めてくれてるから。全部食べていい？生みたらしだね。焼いてたもんね、目の前で。あんまみたらし食べへんけど、これは美味しいんじゃない？そうなんよ。美味しそうだもんね。見た目がもう完食された。いただきます。丸じゃないね、お餅がペッタンコ。なんて言ったらいいのこれな。美味しい。みたらしって団子普通3つ？4つ？
4つ5つ6つ。丸い焼き目あるから香ばしいし、タレも美味しい。これ1人2本すごいだね。改めて私がいるのは今アイセルシュラホールに来ております。でアイセルシュラホールなんですけど、特徴といいますか面白いのがこれ見えますかね。ここ古墳があるんです。古墳のすぐ横に藤井寺市立のホールが建っていると。これがなんか船の形をしておりまして、最近は2人ともですね、建築物が最近ものすごく好きで見るのが、これをたまたま昨日 Google マップで見ましてやってきた次第でございます。はい、ここです。ここからも。あ、ほんまや。めっちゃ綺麗に見えますね。はい、こんな感じで。へえ、すごい。ありがとうございます。押しましょうか、ちょっと。あ、大丈夫です。ご主人入らんでいいです。大丈夫です。ありがとうございます。歩いてたらスタッフの方が全部が見えるところがあるよっていうことで教えていただきました、この場所。では撮っていきます。いや、いい絵撮れました。素晴らしいです。この建築物。デザインがすごい。一旦妻のうさぎの方に戻りたいと思います。このクソ暑い中、妻うさぎを置いていくのも悪いかなと思いまして、今ちょっと戻ってきたんですけど、なんて言ったらいいんや。イベントじゃないけど、こんな感じで AR 階段フォトスポットっていうのをしているそうです。専用アプリのアルゾー君をダウンロードして QR コード読み込んだらこんな感じで撮れるそうです。お子さんとかいいですよね。喜びそう。でですね、先ほどの撮影スポットなんですけど、歩いて1分ぐらいかかるんですけど、1分しかかからないといえばそうなんですけど、松葉へついては行きにくいかなと思って僕一人で行ったんですけど、結局妻もどうしても見たいということで歩いてます。やっぱ松葉勢は大変ですよね、移動がね。横の池には鯉かながおってめっちゃ集まってくる。なんかくれーってなってんかな。で、一応さっきスタッフの方が教えていただいたんですけど、この横チェーンはされてるんですけど、通っていいよっていうことで、通ってこう行って、向こう行ったら細い道やけど、一応向こうの道路に出れるということで、ぐるっと回れるよって。行っていいの？なんかフェンスっていうかあれしてたからダメなんかと思ってたけど。なんか通っていいよって言ってた。おじちゃんいろいろと親切案内までしてくれて。そう、むちゃくちゃ親切に案内してくれて。一人で歩いてる私にまで声をかけてくれて、暑いから気をつけてくださいねってめちゃめちゃ優しい。で、ご親切にありがとうございますって言ってたら、いやいやこれも広報なんで広げてくださいって言って。いや、もうこれはすごいよな。感動もんだよ。入っていいよって言われたんで入ってみました。本当にいいんですよね、お父さん。お父さん本当に入っていいんですよね。入っていいって言われたから入ってますよ、僕。怒られたらかばってくださいよ。自分映っててもしゃあないからこのままちょっと移動しましょうか。こう天気良くてよかった。今日すんげえかっこいい。うわ、すごいいいですね。うわ、池越しかっこよ。うわ、これテンション上がんな。マジか、めっちゃかっこいいやん。どこベストポジションなんやろ。写真撮んのにカメラ固定して置いてたら倒れてた。ショック。でもいろんな写真撮れたんでお見せできればと思います。暑い。ただいまの気温何度？35度。激アツでございます。階段上がってみたいと思います。横古墳やし、すごいね、この環境が。シュラホールの歴史展示室。超巨大。迫力がすごい。あそこってなんかはしごついてんやけどさ、登れんの？あそこなんかメンテナンス用とかで登れるのかな。すげえ怖っ。高所恐怖症には無理や。すごい。略してシュラホールって呼ばれてるそうです。上からの景色はこんな感じ。暑いけど楽しい。一応こんな感じでベンチも日陰にしてくれてるんで助かりますよね。こういうの親切。トリックアートもあります。水鳥葉肉のトリックアート。これできる？
暑い中入ろうか。観光案内所とかもあるの？こんにちは。涼しい。あとマンホール。カードの配布。アンケートにご協力ください。さっきやっとく。両手が埋まってて動画撮れへんかったけどもらってきました。マンホールカード。あ、もうもらってきた。はい、マンホールカードをゲットできたのは嬉しいです。藤井寺市。これの各市にある。あるところとないところがあるはず。そうなんや。確かに、じゃあ集めるために行かなかった。おう、ちょっとじゃあ水分補給します。一応マンホールカード用に買っております。今2枚ゲットしております。で3枚目をこちらに入れたいと思います。さあ果たして何枚ゲットできるんですかね、生きてる間に。でなんかリニューアルとかもされるらしくて、あ、そうなんや。リニューアルされたり配布終了したりとかもあるらしいね。終了か。とりあえず集めていきます。集めたくなるよね。収集癖は男の特権やね。うん。ハイセルシュラホールの全体はこんな感じです。ちょっと時間の都合上全部は回れないと思いますので、これでご勘弁ください。ハイセルシュラホールの中で今ちょっと休憩させてもらってるんですけど、こんな感じですごく綺麗で整った施設やな。一応4階建てで3階4階は公民館とか障害学習センターということで、1階2階は普通に入れる。出ますか。ありがとうございます。車戻ってきました。アイセルシュラホールさんありがとうございました。ありがとうございました。施設が外観はかっこよくて中は綺麗で、何より対応してくれたスタッフのおっちゃんがもう人柄が最高でした。最高でした。めっちゃ優しかったな。いろんな説明してくれたしな。観光のため、何のためって言ったっけ？広報。広報、そうそうそう。広報のためにって言って、暑い中動いてくださって。そう動いて教えてくれて、いろいろ説明してくれて、すいませんありがとうございますって言ってたら、広報なんでって言って笑いながら言ってて、すごいいいおっちゃんやった。はい。ということで今回のあと最後に分かった、ここのホールじゃないカフェうんが持ち込みが OK やったから、で自販機も置いてくれてるし、カフェのもの注文しなくても持ち込みでも利用可ってなってたので、はいぜひ前田に行って団子を買ってここに来て、涼しいカフェでお団子食べお茶するて、とそうお茶して、でその後この周り建物見てもらってでしてもらったらいいいいかな。構成な。ということでいつもの車中泊動画とは違い Vlog 動画になりましたが、今後も車中泊行った時とか工場直売所みたいなのがあれば巡っていきたいなと。工場直売とマンホマンホーールルカードはこれからちょっと私たちのテーマになるんじゃないかなと思っております。今後も定期的に車中泊だったり車中泊を快適にするためのハイエースの DIY の動画だったりを定期的に上げていきたいなと思っておりますので、高評価とハイプとチャンネル登録で応援していただけると大変嬉しいです。あとコメントに教えてもらえたら嬉しい。工場直売ここいいとこあるよとか、ああそれいいね。マンホールカードここでもらえるよとか、そういう情報はありがたいですね。ぜひ欲しいです。はい、よろしくお願いします。お願いします待ってます。では次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。